ユナイテッドペンギンキングダム。都心部の再開発プロジェクトが進んだものの労働者不足に陥った我らのペンギン。でも居心地のいい街に改修しながら数が増えるの待ってたら今度は増えすぎ、新たな職場を建設だー。まずはクックハウスが完成したので無職を、ねじ込み。高効率でうまい飯大量生産。探検で見つけたテラリウムをホイットな。周辺の幸福度がに上がる。テラリウムはガラスで保温されてるタイプで、中でお花が咲いております。こじゃれてるな。ちょいちょい初期被害が出てるので防衛を強化だー。自動で立て直してくれるならいいんだが、自分で指示しないとならんから面倒なんだよな。両方とうましまし、両層とうましまし、アザラシ油ましまし。アザラシ油ってなんだよ、なんかラーメン食べたくなっちまったじゃねえか。てへ。そういえば頑張ってたコンフォートバッジの進捗は、残すところ大人ペンギンの居心地150のみ。あと22で達成か、これなら年内になんとかなりそうだぜ。んなわけで右上の島も、ペンギンの像でゴリ押しだー。好きあらばペンギンの像設置で居心地アップ。都心部の方もほいほいほーい。ぎっちり埋まってるから、高架の重ね掛けでこの辺の家の幸福度がえらいことになってそうだ。食事も良いものを用意してあげたいし、再開発ついでに倉庫も大型のものに建て替えだー。ハウスも建てて、地産地消でシーフードミックス用意するのもいいかもな。アミューズメントバッジの進捗を確認したら、ただいま5月でアイスリング映画館ともに入場者数良好。このペースなら年内に達成できそうだ。あとはこの前解体したカフェの建設だけだし、サクッと建てちゃいましょ。だな。まあこんなもん立っとるだけでいいねん。2階の左下の島に、隠れ家カフェがオープン。電気が来てなくて空いてないので、遠方のお客様はご注意ください。ひでえな。ペンギンの像立てすぎで木材が枯渇したので、700ほど爆買いじゃー。大量生産の売却益で大量消費。さあ大型倉庫が完成したぞ。食品をねじ込めー。って食品入らないやないかーい。また食品貯蔵と倉庫間違えやがって。糸かなし。すまんど片ペンギンたちよ。発注ミスったから立て直しを頼む。マジすんませんでした。解体したら資源返ってくる世界で助かったぜ。さて木材も買ったので、研究特区の隙間にもペンギンの像を、ねじ込み。コンフォートバッジ獲得のために、家の幸福度を上げるのだ。都心部の家の建て替えと装飾は、これで大体終わったかな？とりあえずぎっちり家と装飾で埋まったぜ。南の島もこんな感じで、装飾ゴリゴリでございまーす。これだけやればさすがに目標も達成できたかな？じゃあ一旦チェックしてみましょ。残念、あと17必要です。マジかよあんだけやってまだダメなのかよ。ペンギンの像はあくまで装飾が上がるだけで、居心地への影響は少ないのかな？子供ペンギンの方は装飾上げたら達成できたけど、この辺いまいちよくわからんな。まああとちょっとだしこのまま進めましょ。さて食料貯蔵の立て直しが終わったので、クックハウスを建設。食料事情の改善で、居心地も上がってくれるといいな。無職がなかなか減らないので移民ペンギンを売却。売却ではない、派遣してるだけだ。真実は闇の中。こらこら。さて食料とかは足りてるけど、療養所を、建てまし。最高難易度サバイバルであることを忘れるレベルの飽食の世界。ペンギンの像と同じ効果のオベリスクも、ちょびっと設置。こっちはこっちで石材70使うから、地味にコスト重いぜ。見た目はそこそこかっこよし。都心部は、こんな感じになりそうろー。一面銀世界だったのが立派になった。都心部の右側の公用区が、再開発で適当になっちゃってるのでちょい修正。設置場所パズルの腕の見せ所だ。そして季節は12月、アミューズメントバッジの必要条件達成を確認。入場者数まさかの2倍クリアである。うまくやれば数年早く取れてたかも。後の祭り。コンフォートバッジは残り4足らず未達成。頑張ったのに残念。これは来年度の宿題だな。あ？おめでとうございます。集落レベルが王に達しました。特別なことをしたでもなく王に返り咲いちゃったよ。年間支援金払いたくない。シセンドレイム、王になったのに悔しがるの巻。まあなっちまったもんは仕方あるめー。こうなったらしっかり王様やるぞー。今度はしっかり王の責務を全うするんだぞ。あいよ。幸福度が18上がって、評判が600上昇。これが王様に選ばれた原因かな？バッジ獲得のために頑張ってたのに、副次効果が思いのほか高かったな。まあ何はともあれ我こそがペンギン王。さらなる発展で王の意向を知らしめるぞー。それでは22年目、スタート。
まずはアミューズメントバッジ獲得で解放された、アイスバスをアンロック。ただの幸福が4上がる娯楽施設なので、今更使う価値なし。これで残す研究はあと4つ。解放するには、シェフ、コンフォート、スピリチュアリティ、ビューティーのバッジの獲得が必要。よーし、残りのバッジも全部取るどー。ビューティーバッジはグローブ装飾立てるだけで OK だけど、探索待ちで保留。探索ずっとやってるけど未だに未探索のものがあるの辛い。シェフバッジも同様イカファームが立てれず未着手。こっちは平均食事幸福度なんてのもあるな。とりあえずスープ粉とシーフードミックスを普及させてけば、そのうち達成できるかな？だな。でスピリチュアリティは、ウィッシングウェルなるものが必要みたいだけど未発見。これ神殿と神社の来場者数もあるから、ペンギンの数が増えないと意外と難しいかもしれんな。鳥間建物を見つけないことにはどうにもならないので、探索は気がついたら常にやりましょ。まあ最悪全部回ればどこかで見つかるだろ。さて王様になってお財布の中身の心配ができたので、サイエンスステーションで研究ポイントを売るのだ。ペンギンの科学は世界一いい。国庫に入れなくても保存できるお金、最強か？研究所減らして資源作って売った方がいいに決まってんだろ。作り直すのが面倒なんだよ。わがままかよ。さて今ある宝庫の場所に家を建てたいので、邪魔にならない王宮の奥に宝庫を引っ越し。年間支援金やその他支援考えると、常に1万くらいはゴールド持ってた方がいいかもな。で去年ギリ未達成だった大人ペンギンの平均居心地150がこっそり達成。高立地の場所にペンギンが引っ越ししたとかかもな。特に必要ってわけでもないけど、このヘルスバッジも解放できそう。薬を保管する薬局3件と薬の在庫500用以下。これなら楽勝。報酬あるし一応やっとくか。はい僻地に薬局を待ち。ヘルスバッジ対応即終了。でこのタイミングでイカファーム発見。お、これでシェフバッジ獲得も可能になったぜ。これはありがたい。そして都心に建てようとするも土地がねえ。きっちり建て直しちまったのがあだになったな。どうしましょう。悩んだ結果、中途半端な開発状況の右上の島の墓地を破壊して土地確保。跡地にイカファームと食料貯蔵棟を建設。てか墓地あたりだけどもう墓地いらなくね？作り直すのが面倒でござーい。またそれか。王から陥落した時に使えなくて破壊したキングバザールのタスクが来たので再度建築。人はそれを二度手間という。王宮奥の宝庫が完成したので、手前の宝庫を買いたい。最初から奥に作ればよかったな。人はそれを二度手間という。真似すんな。てへ。年間支援金の支払い時期が来た。国庫の中には8500ゴールド、5000程度満額お支払いいたそうではないか。あ、やっぱり少なくしてもいい？こらしせんと、1ゴールド減らすだけで評判マイナス100になるからやめとけ。むしろ多く払ったら評判さらに上がるのでは？多く払うことはできません。変なところで細かいなこの世界。じゃ普通に満額お支払いで。金の力で評判500、ゲットだぜ。もはや評判を気にする必要もないので、無駄公共事業の箱物を買いたい。公共が下がっちまうが土地の確保ができたぜ。でも壊した後になんか不安になったので、墓地をちょこっと建てました。おい。祭りの時間だー。数年ぶりの自国開催、これは奮発せねば。なお何も出さないとペナルティマイナス520を食らう。好きなだけ飲み食いするがいい、フルマークス。やっはー、王様の大盤振る舞いだ。下々ペンギンよ、今日は踊り明かすぞー。素晴らしい祭りにより評判550、来年もまた来てねー。またのご来場をお待ちしております。なんとなく人材派遣トランスファーセンターを、宝庫の横にお引っ越し。どこにあっても問題なし。でタスクが来たのでキングチャリティの建設を開始。王が支援要請に応える場所。追加支援か、金かかりそうだ。王宮周りもだいぶ立派になりました。オベリスクも無駄に立ってる駅利用しよう。失敬な、かっこいいでしょ。でキングバザールが完成してたので、労働者を割り当て商品を選択。何気に在庫もめちゃあるから、いくらでも売り放題だぜ。食料なんかは食料庫を圧迫するレベルだし、がっつり売って大儲けするぞー。そして労働者の勤務状態を観察してたら、これ全部手作業で荷物運んでる。これ数千の商品を4話で運べるのか？ 1 回の往復でスープ6杯しか運べてない。トレーダー呼んで勝手に持ってってもらおう。6500の商品を一瞬で回収するトレーダーさん。トレーダーさんマジ優秀。仕事できないキングバザールの裏に、当てつけのごとくトレーダーセンターを移設。バザールの従業員よ、トレーダーの技を盗み、即時納品テクニックを学べ。
栄光の謙遜が援助を求めている。キングチャリティが完成して支援を求められたか。まあゴールド以外は過剰在庫だし構わんだろ。ならば支援を認めよう。評判160ゲット。さてバッジ獲得の進捗は、シェフの平均食事幸福で苦戦中。大人が20、子供が10に足りてないな。そんなわけでお勉強とっくにクックハウス、オープン。いいもん食って大きく育てー。では12月になったので数年ぶりにハドルアップしながら今回はここまで。王様復帰おめでとうと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。順調にバッジを獲得しアンロックを進め、王座にも復活したペンギンたち。果たして王座を離さず発展することができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。